はようございます。たかしです。本日は11月5日日曜日、週末ですので、明日6日月曜日からのポンド円とドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは複数のプランをご用意しておりますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。こちらイメージしていた通りの動きをしてきましたね。こんな感じ。GMMA が横向き、現在は横向きだったんですが、それがじりじりと上昇してきたところでサポートされて上昇していくような、こんな緑の矢印のイメージをしておりました。ちょうど GMMA でサポートされるように上昇してきましたよね。ということは直近の高値、次このあたり186円のミドルぐらい、186.5 付近を目指して現在は上昇中です。そこ、もうかなり最高値になってきますので、ここ 186.5 付近を超えていくと年初来高値更新になってきますので、その辺を見ておきたいですね。今はかなり高値圏にあって乱高下をしやすい。そしてもちろんこの最高値を超えて上昇していく可能性はありますが、現在地付近でダブルトップになって下落していくということも考えられますので、その辺注意が必要です。ストキャスティクスはもう高値圏にありますので、ここからどんどん上昇するというイメージではありませんが、一旦は金曜日のこの形を見ていても上昇していくんだろうなっていうのがわかりますので、まずは基本的に上昇していく、買い足の上昇トレンドに乗っていくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足黄色のボックスを上抜けて、ちょうどそのボックスの上限がサポートになって上昇してきましたね。ですので基本的にはここで今上昇トレンドを描いておりますので、このトレンドの流れに乗っていく。というのがいいですね。ではここ上昇トレンド、この先どういう風なイメージで動いていくのかと言いますと、こんな感じですね。ここから一旦押しを作ってから次上昇していく。そして先ほど言っていました最高値付近までの上昇というところを見ておきたい。もちろんこのまま押しをつけずにこのままスルッと上昇してしまう可能性もあるんですけれども、まずは押しをつけるのを待ちたいですね。一旦伸びきっている感もありますし、4時間足のストキャスティクスも高値圏にあります。前回のストキャスティクス高値圏からの下落っていうのはこの下落ですね。11月の1日からの下落になるんですが、比較的大きめの下落をしておりますので、今回も深めの押しをつけに行く可能性はありますので、一旦のイメージとしては緑の矢印のイメージを持っておく。このままスルスルと上昇してくる場合は、買い足でその上昇に乗っていくことも可能ですけれども、やはりストキャスティクス高値圏にあるので、一旦の調整を待ちたいですね。では1時間足です。以前から言ってましたように、エリオット波動ですね。1、2、3、4、5っていうのがありまして、この金曜日の上昇は5波と考えております。ここで5波が終わったかどうかがわかりませんので、それを月曜日見極めていくタイミングに入ってきます。これで5波が終了したのであれば、まずは修正波に入りますので、もしここから修正波に入るのであれば、こんな感じ A、B、C と下がってきますので、その辺を見ておくのがいいですね。どこまで修正波をつけるか、そしてその修正波が終わったらまた新しい波に入っていきますので、そこを見ておきたいんですが、まだ5波が終わったかどうかがわかりませんので、まずはそこを見ていくのがいいと思います。直近のこの高値、金曜日の高値を上抜けられなければそこで5波が終了と考えますので、浅めの押しから上昇して上抜けていくのであればまだ5波が継続中。ただし金曜日の高値を上抜けられないのであれば5波は終了ですので、比較的大きめの下落をしていく。で、その場合はここにフィボナッチリトレースメントを引いているんですが、エリオット波動の始まったところから終わったところにフィボナッチリトレースメントを引いて 23.6%、38.2%、そして 50% ですね。そのあたりを目処として下げ止まりを見ておくのがいいと思います。23.6% がだいたい184円ぐらい、そして 38.2% が 183.4 付近、そして 50% が 182.9 付近ですので183円付近ですね。そのあたり183円から184円の間ぐらいのところで下げ止まりを探しておくのがいいと思います。ではドル円です。ドル円はオレンジの平行チャンネルを描いておりまして、その中でさらにここ直近の高値に当てた水色のラインを引きました。ちょうどこのラインで直近の上昇は上値を抑えられて下落してきております。今インジケーターはちょっと方向感がなくて分かりにくいですが、 GMMA の青帯は上向きですので基本的には上昇トレンド中。ただしここ直近の下落が結構勢いが強いので、もしかすると GMMA の青帯を下抜けるような動き、つまりこのオレンジの平行チャンネルの下限を目指すような動きをしてくる可能性もありますので、その辺は注意ですね。今はここに赤いラインが走ってますが、これ月足に引いたラインで
です。148.74 に、だいたい 148.7 付近、この辺が次下げ止まりになってくるのかなと思いますが、逆にここのラインを下抜けてくると、オレンジの平行チャンネル下限ぐらいまで下落していく可能性がある。現在ですとだいたい145円台というところでしょうか。そのあたりまで下落する可能性があるので注意が必要です。では4時間足です。4時間足には赤い平行チャンネルを描いておりました。その平行チャンネルの中でずっと動いてまして、今回ですね、若干平行チャンネルの上限に届かずに下落、そして直近のこの上昇、10月31日からのこの強い上昇の今支点付近まで下落してきてます。もうちょっと下落余地があるのかなと思いますので、先ほど言ってました赤いラインですね、148.7 付近、このあたりまで下落してきて、ここで下げ止まりを作れるのかどうかっていうところに注目ですね。で、過去の動きを見ていただいてもわかりますが、だいたいこのあたり 148.7 付近っていうのは結構揉み合っているところになるんですね。ですので、この赤いラインでサポートされて上昇していけるのか、もしくは赤いラインを下抜けてくる、こんな過去みたいな感じで下抜けてきて、そしてもう一段の下落をしていくのかどうかっていうところを見ておきたいですね。もし赤いラインを明確に下抜けて、過去揉み合ってますので、この辺揉み合うとは思うんですが、そのまま下抜ければ 147.25 付近、このオレンジの水平線ですね、過去のこの乱高下したところ、このあたりまで下落する可能性がありますので、その辺は注意ですね。148.7 付近でサポートになるのか、それともそれを下抜けて147円前半ぐらいまで下落するのかっていうところを見ておきたいです。では1時間足です。この金曜日の下落なんですけれども、直近のこの高値から11月2日の木曜日の安値にフィボナッチリトレースメントを引いております。そのここ青い点線がありますが、これが 38.2% なんですね。ちょうど 38.2% 付近まで戻しをつけてからの下落になっております。で、今回の下落のターゲットが白のゾーン、先ほど言ってました赤いラインですね。148.74 に、そんなあたりまでの下落を現在は見ております。この辺付近で下げ止まりを作れるかどうか、ここでサポートされて上昇していくのか、ここを下抜けるのか、まずは週明け、一旦はこの赤ラインぐらいまでの下落を見ておきたい。そしてここでのプライスアクションですね。先ほど4時間足で言ったみたいな感じで、どのように動くのかっていうところを見ておくといいと思います。基本的には1時間足、すでに下落トレンドを作っておりますので、基本はこの下落トレンドの流れに乗っていくですね。GMMA の青帯でも前回金曜日とか木曜日とか上値を抑えられての下落になってますので、月曜日もし上昇してきても GMMA の青帯っていうのは上値を抑えられやすくなってきます。もちろん GMMA の青帯を上抜ければ上昇していきますので、上昇する場合のイメージはこんな感じ。GMMA の青帯が上を向いてきて、そこにサポートされながら上昇していくという、こういうイメージですね。これが上昇する場合のイメージですので、基本はこの下落トレンドに乗っていく。そして上昇してくる場合は GMMA の青帯に乗せてからの次の上昇の流れをイメージしておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿とほぼ同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方に向けて、有料投稿の間口を広げました。基礎から FX を学びたい方や、現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。ノートでは複数の視聴プランをご用意してます。また、ノート限定の掲示板機能でリアルタイムな相場のコメントなども投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思います。詳細は Twitter のハイライトにも載せております。もしくは YouTube の概要欄をご覧ください。ノートのメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めの今がお得です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。明日からも一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。